こんにちは。今回は刺繍アクセサリーの作り方をなるべくノーカットで詳しくご紹介したいと思います。こちらのイヤリングを作ります。道具と材料です。ハサミは小回りが利くものを準備します。立ちばさみもあると便利です。それから水や自然に消えるペン、刺繍枠。今回は 8.5 センチの刺繍枠を使います。それからこういったパターンプレートを用いて図案を描きます。接着剤は木工用ボンドとタイオプトボンドを使います。土台布はシーチングぐらいの厚みの綿の生地を用意しました。それから新地に使う 0.2mm 厚の裏板、それから裏地に使う合皮、針はビーズが通るような薄地用の針と普通地用の針を準備しました。これは最後にブランケットステッチをするときに使います。糸はビーズステッチ用の糸を使います。それからマルショービーズ2種類、4mm のコットンパール、25番刺繍糸、これは DMC の06番です。それからイヤリングパーツを準備しました。それから綿棒と爪楊枝があると便利です。それでは作っていきます。まずはお花の図案から描きます。今日はこのテンプレートを使って描きたいと思います。布の中央あたりに 25mm の円を描いて、この線も印をつけておきます。中央の交点を描きます。この線を合わせて中央に 6mm の円を描きます。この線とこの線を合わせて 10mm の円のこれぐらい円を描きます。これで図案の完成です。刺繍をする補助線を入れておきます。それでは刺繍をしていきます。まず刺繍枠に生地を貼ります。まず真ん中にコットンパールを刺します。ビーズ糸を針に通して二重にして玉結びをします。刺し始めです。針を裏から出し1回か2回縫います。パールを中央に置いてパールの穴の少し内側ぐらいに針を出します。パールに針を通します。パール幅よりも少し狭くなるように針を刺して針を落とします。同じところをもう一度縫います。刺し終わりは生地を 1,2 回すくって玉留めをします。続いてパールの周りにゴールドのビーズを刺していきます。糸は1本で玉結びをしておきます。先ほどと同じように刺し始めます。パールからビーズ半円分開けて針を裏から出します。ビーズを2粒取って2粒のビーズ幅で針を落とします。ビーズとビーズの間から針を出して進行方向のビーズにもう一度針を通します。これを繰り返します。
刺繍刺し終わりました。そうしたらこの刺してあるビーズにもう一度針を通していきます。一周通したら針を落として刺し終わりの処理をします。肘を 1,2 回すくって玉留めをします。次はお花の部分を刺繍糸で刺していきます。刺繍糸を2往復分ぐらい取り出して必要な本数取り出します。今日は4本取りなので4本取ります。出した4本の糸を揃えます。刺繍針に糸を通します。花びらはサテンステッチで刺していきます。刺し始めは2針縫って1針返します。余っている刺繍糸を切ります。まず花びらの中央から刺します。線の外側から針を出すようにしています。続いて隣との間の線、そしてこの2つの間、そして次にこの間、でここを埋めていきます。次にこことここの間を刺します。ここを埋めていきます。花びらの半分が刺せました。残りも同じように順番に埋めていきます。今度は花びらの中央側から、そうすると次こちらを刺す時に渡る糸が少なくなるので、
このように進めています。花びら1枚刺せました。残りも同じように刺していきます。またこの半分を刺していきます。糸が短くなってきたので糸を変えます。裏に返して刺してある糸に糸を絡めます。2回くらい絡めます。新しく糸を4本取って針に通しました。途中で始めるときは先ほどの刺し終わりと同じように刺し終わった糸に 2,3 回絡めて余分な糸は切ります。また同じように刺していきます。2枚目の花びらが刺せました。あともう2枚も全く同じように刺していきます。インデックスをつけているので不要な方は飛ばしてみてください。
糸が短くなったので糸を変えます。新しい糸を準備しました。花びらの刺繍が終わりました。花びらの周りにビーズを刺していきます。ビーズ糸を針に通して玉留めをしておきます。糸は1本です。ここと同じように刺していきます。刺し始めに1針か2針ほど縫って後ろから針を出します。ビーズを2粒取ってビーズ幅で針を落とします。針を刺すところはちょうど刺繍糸が終わっているところにいつも刺しています。2つのビーズとビーズの間から針を出して進行方向の1つのビーズに針をもう一度通します。これを繰り返します。2粒だと多そうな時は1粒でビーズの右側から針を出してもう一度ビーズに針を通します。刺す方向を変えるときは段針を落として新しく刺す方向に針を出します。同じように刺し進めます。
周刺し終わりました。そしたらこの刺したビーズにもう一度針を通していきます。方向が変わるときは一度針を落として新しい方向に針を出して針を通していきます。一周針を通せたら針を落として裏に返して生地がまたは糸を 1,2 回すくって玉留めをします。水を含ませた綿棒などで下絵を消していきます。結構たっぷりめの水で落とします。落とし方が弱いと後でインクがまた出てきたりするのでしっかり落とします。しばらく乾かします。刺繍額から生地を外します。一番外から余白を5ミリほど取って生地を切ります。余白に切り込みを入れます。裏の余白に木用ボンドをつけて折り返していきます。表に返して形を整えます。乾くまで少し待ちます。真珠のプラバンを
刺繍パーツより少し小さく切ります。裏地の合皮はイヤリングパーツをつける方だけ形に合わせて切っておきます。サテンステッチでない部分がくぼんでいるので、ここに残っている布を貼っていきます。刺繍パーツの裏にイヤリングパーツを糸で縫い付けます。これらを貼り合わせていきます。まずは真珠を刺繍パーツに貼り付けます。これと裏地パーツを貼り合わせます。後で縁かがりをしない場合は端までしっかり接着剤をつけて貼り合わせます。今回はブランケットステッチで縁かがりをしようと思うので、端までは塗らなくて真ん中ら辺を塗って貼り合わせます。接着剤が固まるまで少し待ちます。ある程度乾いたら表地に合わせて裏地をカットしていきます。周りをブランケットステッチしていきます。糸は今回はビーズ糸を使って縫っていきます。1本で玉結びをしておきます。表地と裏地の間から裏地側に針を出します。
針を隠します。1針分進んだところで裏地と表地に針を刺します。針に糸をかけます。針を引き抜きます。これを繰り返していきます。内側にくぼんでいるカーブのところは少し強めに引っ張っておきます。かなり繰り返しになってしまうので、この辺りまで飛ばそうかなと思います。イヤリングパーツのところは糸をこっち側に渡しておいて、あとはいつも通り縫います。最後はこの一番最初の糸をすくって最初に刺したとこの向かい側の表側から表と裏地の間に針を出します。玉留めをします。糸が出ている根元のところに針を刺して、表と裏地の間を通して離れたところに針を出します。
糸を引いて玉留めを隠します。これで完成です。今回は刺繍アクセサリーの作り方をなるべく詳しくご紹介しました。わかりにくい点ありましたらコメント等で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。